はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。実は僕毎日、腹筋200回やってます。という嘘は置いといて、今日エイプリルフールじゃないですか。世の中にはね、しょうもない嘘をついてる方がたくさんいると思うんですけど、もうね、本当に嘘つけるってすごく幸せなんですね。嘘をつきたくてもつけない状況っていうのがあるっていう話を今回していこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。はい、この文章を見てください。この文は嘘です。はい、嘘なんですね。ってことは、正直者な嘘つきということですかね。正直者な嘘つきはこの文章を書いたと。その嘘ってね、普通言わないんですよね。嘘も方便に至る通り、隠したもん勝ちですから。隠したもん勝ちっていうか、嘘はね、ちゃんと状況を見てついてほしいんですけど、この文は嘘です。ってことは、この文は嘘なんだったら、この文は嘘じゃないということなんですね。ということは、この文は本当だと。この文は本当だったら、本当だったらこの文は嘘になるから、本当ということはこの文は嘘だと。でもこの文は嘘だということは、嘘じゃないってことだから、この文はあれどっち本当嘘もうわかんないですよね。で、これ実はもうね、有名なパラドックスなんですよ。はい、この文がね、本当だとしたら、この文自体嘘じゃないですか。で、この文自体嘘ってことは本当じゃないんですよ。だからこの文を本当と仮定したら矛盾が生じる。一方、この文を嘘だと仮定したら、この文は嘘じゃないっていう風になるので、本当だと言いますよね。ってことはまた矛盾が生じるんですよ。という感じでね、この文自体嘘か本当かっていうところが、もうね、嘘つきたくてもつけないっていう状態なんですね。せっかくね、本音、正直者になってくれたんですけど、正直者か嘘つきかわからんみたいなもう謎の存在になってしまうと。こういうね、パラドックス。これ言うの自己言及のパラドックスっていう風によく言われるんですけど、はい、自己言及のパラドックス。要は自分自身にこの文っていうところで自分自身の情報について言及している文章によって、そういった性質があると、こういう風な矛盾が生じてしまう場合があると。いうね、自己言及のパラドックスっていうものがあるんですよ。この自己言及のパラドックス、有名な形としてですね、クレタ人は嘘つきだと。ね、こういうね、エピメニデスのパラドックスというものがあるんですけど、その由来としてはエピメニデスっていう人が、クレタ人なんですね。クレタ人なんですけど、クレタ人は嘘ばかりつくっていうことをね、手紙に書いたと。これもう矛盾してるように見えますもんね。だって、クレタ人は嘘つき。なんだったら自分だってクレタ人なんだから、お前が嘘つきじゃねえか。ってことはこの文章も嘘ってことは、クレタ人は本当つきだ。本当つきって言わないですけど。本当つきだ。でも本当つきだったら、本当つきだったら嘘つきなのどっちなのっていう風になると。エピメニデスはね、そうやって相手を混乱させたと思うんですけど、これ実は似た形でも実は矛盾は生じないんですね。っていうのもね、例えば嘘つきって、嘘ばかりつくわけじゃなくて、本当のこともたまに言うじゃないですか。だからこそ立ち悪いじゃないですか。本当にね、嘘しか言わない人だったら、全部反対の意味ね、っていう風に考えておけば、とりあえず騙されないと。でもこれが100歩譲って、嘘つきっていうものを嘘ばかりつく人と、必ず嘘つく。っていう意味に読み替えたとしても、これ、嘘っていう風に思った場合、必ず嘘つきだ。この文章が嘘だった場合、必ず嘘をつくわけではないっていう風になるんですよ。つまり、真実ばかりを言わなきゃいけないわけじゃなくて、クレタ人は必ず嘘をつくの嘘の場合っていうものは、本当のことも言うことあるよ程度なので、結局これ嘘だったとしても矛盾はしないというわけなんですね。はい。本当だったら必ず嘘をつくっていうところに矛盾してしまうんですけど、この文章自体が嘘だったら、結局ね、必ず嘘をつくわけじゃないよっていう、人間のね、本質のところですね。当たり前ですよね。当たり前の、クレタ人は人間だって言ってるようなもんなんですけど、そういうね、文章になるわけです。はい。こんな感じでちょっとややこしい話もあったりするんですけど、こういうね、自己研究っていうものがあると、その論理がね、破綻してきたり、結構ね、いろんな問題点があったりするんですよ。例えばこういうものありますよね。ここに張り紙を貼らないでください。よくね、トイレとかに貼ってありますね。そう、落書きとかいろんな張り紙とかベタって貼られちゃうから、そういうのを禁止するために張り紙を貼ると。ここに張り紙を貼らないでくださいっていうね、これ自体が張り紙だったらもう矛盾してますよね。張り紙を貼らないでくださいって言ってんのに、そういう張り紙を貼ると。こういうね、気持ちはわかるんですけどね。これ以上貼るなってことですよね。これ以上貼るなっていうことなんですけど、それはもう読み取れというわけですよ。
もうたくさん貼られてるんだから、もう1枚ぐらいね、まあでもここに張り紙を貼られる。まあ矛盾しちゃうんですね。自己言及することによって矛盾してしまうということがあるんですよ。他にもこういう場合ありますよね。あの人は陰口を言う最低な人だよと。ね、これを陰口で言ってしまうと。ね、やっぱ自分は陰口を言わない人だというね、裏にあるんですよ。それによって、いや、ほんと陰口言う人って最低だよね。あの人本当に陰口ばっか言って最低な人という風にね、まあ本当にその通りなんですけど、それを陰で言ってしまうことによって自分も陰口言ってる人やないかいっていうツッコミが入ってしまうと。もうだからね、あんまりそういうことをね、言いづらいんですよね。あんま人の悪口言うね。お前人の悪口言ってるやんけって言ったらそれがその人の悪口になってしまうみたいなね。まあそれはね、もう許容っていうかもう、割とそういう自己言及によって起こってしまう矛盾っていうか、そういうのを上げ足取ってはいけないんですね。だってね、まあ実際陰口っていうものは良くないことですから。陰口を言う。まあこれ、あの人は陰口をめっちゃ言うと。めっちゃ言うだったら、まあ1回ぐらい許せ、みたいな感じで、今、まあ陰口言ってるけど許せっていう感じになるわけですよね。こういうね、自己言及によってね、まああまり陰口を注意しづらくなるみたいな、そういったね、状況もあったりしてね、まあ自己言及って問題点があるなという感じですね。自己言及によって、まあ嘘か本当かわからなくなるっていう状況もあるんですけど、一方でですね、嘘でも本当でも絶対にね、正解してしまう問題みたいなのもあるんですね。それがこういう問題ですね。あなたはこの質問にはいと答えますか？はい、この問題なんですよ。この問題で、はいって言ったら、まあ、はいと答えますかで、はいだから正解じゃないですか。一方これ、いいえって答えたら、はいと答えてないので正解はいいえですよね。だから正解なんですよ。だから、はいって答えても、いいえって答えても、絶対にね、正解になると。これ間違えたくても間違えられない問題なんですね。だから、例えばまあ、その定期試験があって、この問題10問出したら、全員満点取っちゃうんですよ。だから、まあ、この問題、平均点、クラスの平均点を上げたいなって思って、その成績不振に困ってる、塾の先生とかいたら、この問題を定期試験に出すだけで、そのクラスの平均点をバカ上がりしますね。まあ、こういうね、自己言及。この質問っていうものを、このね、自分自身の質問を指しているので、自己言及と言えると。この自己言及によって、ちょっと面白いね、結果が導けたりするんですね。まあ他にもね、答えが一択しかありえないっていうね、質問もあったりするんですよ。はい。あなたはチャンネル登録しますか？これね、はいかいいえの二択だと思うんですけども、これはいしかありえないですね。はい。チャンネル登録お願いします。